レディース&ジェントルメン、一手請求ケリドラ編へようこそ。早速この私愛玩卿が我らが女皇ケリドラから皆さんへの重要な勅令を読み上げる。僕ケリドラはカイザーであり聖都オクヘイマの女皇にして黄金戦争に幕を引いた者。僕の導きのもと陰謀は暴かれ、敵は徹底的に打ち破られた。勝利は例外なく実現し、栄光はこの手に収まった。僕の決断が間違っていたことはなく、読みを外したこともない。よく聞け我が民よ、訳を悟ろうと悟るまいと愛すべき開拓者を全力で支えろ。この勅令に背く者は僕の怒りに触れるだろう。誤たぬ女皇ケリドラがここに記す。カイザー本人の姿を思い出させるとは優れた伝令だな、白羽の魚。セイレンさん、私のことは優雅なユキハと呼んでくれ。ユキハの魚だな。種族を超えたコミュニケーションは難しいな。私も誰かさんを美声鳥と呼びたい。それでもカイザーの勇姿を見る貴重な時間は無駄にできない。さあ本題に戻ろう。我らがケリドラは調和の運命を歩む風属性キャラクターだ。先見の明と行動力を持つ彼女は肝心な時にいつも揺るぎない決断を下す。通常攻撃では指定した敵単体に風属性ダメージを与える。戦闘スキルを発動すると女皇は指定した味方に軍港を付与し、専用のチャージを1獲得する。カイザーが駒を進めるときはもう脳裏で無数の対局が終わっているんだ。なら今は何を考えているんだ？女皇の風格だろう。なるほど、余裕を見せつけているんだな。軍港を獲得するとそのキャラクターの攻撃力がアップするぞ。獲得後に通常攻撃と戦闘スキルを使うと我らがケリドラの専用チャージを1獲得できる。また軍港状態のキャラが敵を攻撃後、女皇はその敵に風属性の負荷ダメージを1回与えるんだ。女皇のチャージが十分にたまると軍港は爵位へと昇格し、所持者の行動制限系の効果が解除される。爵位の所持者は戦闘スキルの会心ダメージおよび全属性耐性貫通がアップ。戦闘スキル発動で奇襲、つまりスキル発動前にコピーしたスキルが発動される。一見戦闘スキルを2回連続で発動しているように見えるね。奇襲が終了後、女皇は一定のチャージを消費し、爵位は軍港に戻る。女皇の旗印の下で軍港を得て爵位を授かり奇襲を仕掛ければ人生の頂点に立てる。そうだろう剣気卿。ああ、その時はエイヤの宴を開き、星々を杯に注いで儚いひとときを共に過ごそう。ほう、空の星々まで飲めるのか。女皇のもてなしはすごいね。だが軍港を持つのはフィールド上に1人。ターゲット変更で軍港は新しいターゲットに適用され、女皇のチャージもリセットされるぞ。特定の奇跡解放後、女皇の戦闘スキル発動後は一定ターン自身と軍港所持者の速度が上がる。また軍港所持者の通常攻撃、戦闘スキル発動で女皇は一定量の EP を得る。必殺技は敵全体に風属性ダメージを与え一定のチャージを獲得する。その時軍港所持者がいない場合、女皇はパーティーの1枠目に軍港を付与する。おう、こんなに爽快な大勝利ほど気持ちがいいものはないね。勝利はもちろんだが、彼女は劣勢の敵があがく様をことに喜ぶ。もう一つの奇跡解放後、我らがケリドラの会心率は 100% アップ。また軍港所持者が戦闘中初めて必殺技を発動するとき、女皇はチャージを1獲得する。マップ探索中、女皇は秘技で自身に軍港を付与できる。戦闘開始前にキャラクターを切り替えた場合、軍港は最後に切り替えたものに移る。戦闘開始後、女皇は軍港所持者に SP を消費しない戦闘スキルを自動で1回発動する。さて皆さんの理解を深めるために情報をまとめろとの女皇からのお達しだ。我らがケリドラは主に戦闘スキルで攻撃する味方の火力を上げる。独自の奇襲により味方は一度の行動で戦闘スキルを2回発動する恐ろしい瞬発力を手にできる。女皇の戦闘スキルや必殺技、軍港所持者の通常攻撃や戦闘スキル発動で専用のチャージを素早く蓄積し、軍港が爵位に昇格。奇襲で敵を一掃するコンボを繰り出せるぞ。それでは
戦場における女皇の勇姿を拝見しよう。女皇はファイノンに軍功を与えた。戦闘開始後、ファイノンに自動的に戦闘スキルを1回発動。それと同時に女皇の EP が満タンに。必殺技で敵全体にダメージを与えつつチャージを回復。女皇のターンはまだ続くぞ。再び戦闘スキルを発動し、さらにチャージを獲得。そこでファイノンの戦闘スキルで敵に大ダメージ。女皇のチャージが1溜まった。続いてサンデーが戦闘スキルと必殺技を使用。そしてファイノンの再びの行動で女皇のチャージが満タンだ。軍功が爵位に昇格すると同時にファイノンのチャージも満タンに。彼は必殺技を発動して変身。そしてファイノンの強化戦闘スキルが奇襲により2回連続で発動する。女皇の的確な指揮により敵はやすやすと討ち取られた。これぞ恩寵大金キターク。私が思うにこれは誰もが何度でも目に焼き付けるべき我らがカイザーケリドラの凛々しい姿だ。数々の勝利に新たな栄光が加わったのだな。セイレンさん、私の働きは女皇の期待に応えられただろうか。疑わば用いるな彼という彼女が選んだということは信頼の証だ。ああ、そうなのか。でも私の称号はちょっとな。では愛らしい声の魚、君のために一言添えよう。愛らしいか。悪くはないんだが声だけというのもな。私の魅力は他にもある。もっと私のオーラが伝わるようなものはないだろうか。もちろんある。これならどうだ、愛玩の魚。ああ、お二人は本当に息がぴったりだよな。